ハローマットです、ホテルチェルシーです。でここはマンハッタンのアングラカルチャーの象徴で、そうですね、一番文化的なスポットだと思います。で僕は20年以上前のニューヨークの書籍も保管してるんですけど、その頃はねチェルシーホテルっていう名前でした。で今日はこの場所から、この15年で一番変わったと思うチェルシーエリアを僕と一緒に歩きましょう。このホテルの、紹介だけで、30分以上ね費やしちゃいそうな、それぐらい濃いね内容なので、ちょっとね手短に済ませたいと思います。でこのビクトリア様式のアパートで1800年代後半に建設されました。で1900年代の前半からホテルとして営業をスタートしてます。でアッパーイーストでもアッパーウエストでもないこのチェルシーっていう場所でね、この場所にやっぱりねたくさんの著名人、文化人、才能っていうんですかね、それが集まってきたのは第二次世界大戦の後だと思います。で見ていただくと分かる通り、今日もねすごい人なんですね。でこの歴史的なホテルに足を運び、そしてこの、エンテリアをこう見たりねして皆さんに楽しんでるんです。すごいですよね、人がね。でこの場所はねアンディ・ウォーホールのねチェルシーガールズとか、これがねレセプションですね。素敵ですね。今ねちょっと僕つまずいちゃって、でちょっと上上がってきますね。それからね、あとマドンナのセックスとか、あとねニッキー・ロープでねナインハーフ、上から撮るとこんなに綺麗なんですね。あとねシド&ナンシーとかわかります？で確かねナンシーが亡くなったのってねこのホテルだったと思います。あとねリュック・ベッソンのレオンの撮影、これでずっとね螺旋階段が上まで続いていくんですけど、こういう感じで、あとね2001年宇宙の旅もねこのホテルで書き上げられたと思います。でこのホテルにはねもちろん宿泊客だけじゃなくてずっとね住んじゃうっていう、そういう文化人も多かったと思います。例えばねボブ・ディランとかジミー・ヘンドリックスもそうかな。あとパンクのシンボルのパティ・スミス、今ね降りてきたんですけど、こんなにねたくさんの人が来てます今日。そう、パティ・スミスもねずっとね住んでたはずです。もしかしたら今も住んでるかも。でちょっとこっち側に入りますね。こういう感じで、中にねロビーバー、これまで素敵なんですけど、ちょっと映しますね。こんな感じでロビーバーがあったり、でこちらの小部屋にも、絵画とかいろいろね中にちょっと入ってみましょうかね。I'll be here, okay?
こういう感じですね。そうだからたくさんのねスターというか、一言でスターっていう形容することはできないね。もうそうそうたる文化人がここの場所に集まったと思います。で今日はねこの奥でねアートフェアをやってますね。で僕がねさっきかぶってた帽子はそのアートフェアで購入したものです。これね満員なんですね。この奥はそうですね。だから今もねこの文化的なスポットとしてこの無料のアートフェアとかそういう催しをここで開催してます。でもしかしたらね僕ねこの場所はニューヨークで一番好きかもしれませんね。このキーも素敵ですよね。今ねレセプションに戻ってきてここから出ていくんですけど、なのでぜひねこのチェルシーのエリアはここから歩き始めるのがいいと思います。でちょっとね僕のこのチャンネルでは観光で来る方のためにね作ってるので、断っておくとこのホテルチェルシーの隣にチェルシーサボアホテルっていうのがあるんですね。で Google 検索で探すともう一つのホテルもヒットするのでこのホテルチェルシーっていうのが正解です。でレビューもねチェルシーサボアホテルとこのホテルチェルシー混同してるんでちょっと間違えないようにねこちらに来るのがいいと思います。こんな感じです。せっかくなんで夜のチェルシーホテルの動画も入れたいと思います。こんな感じです。でホテル自体はねすごく大きいんですよね。部屋数もたくさんあるのでこういう感じです。で今日もねたくさんの人が訪れてます。中も綺麗ですよね。でこの僕ねマーク好きですね。こういう感じで隣がねこれエルキフォーテというねスペイン料理の店です。エルキフォーテなんでドン・キホーテってことですよね。なので宿泊をしなくとも、ここもちょっと並んでますけど今中でここに来るのもいいかなと思います。なのでチェルシーホテル夜はこんな感じです。本当にねたくさんの人がね訪れてます。ではチェルシーホテルチェルシーを背にして23ストリートを西の方に歩いていきたいと思います。ホテルチェルシーを背にして23ストリートを西に向かって歩いてます。で今回のチェルシーの街歩きには最も有名なハイラインとチェルシーマーケットは入れません。でハイラインはね別途で企画を作るつもりですし、チェルシーマーケット自体は場所でいうとミートパーキングですよね。なのでミートパーキングの会の時に詳しくお話ししたいなと思ってます。でミートパーキングめちゃくちゃ怪しかった記憶があるんですけど、あのエリアの
怪しいホテルが1個あるんですけど、それはね Google 検索でも出てこないんですね。なんですけど僕ねこの前見に行ってまだあったので、そこもお話ししたいと思います。で今ねナインアベニューだから23ストリートとナインアベニューのこの交差点で、ここにこの大きなアパートがあります。これがロンドンテラスっていう名前の第二次世界大戦の前からあるアパートです。でここはマンハッタンっていうかね、ニューヨークで最も歴史があるっていうことを言われました。でお部屋の作りもすごくね大きくて、だからこんなね本当にスケールの大きなアパートの中の大きな部屋に住んで、アートの街であるチェルシーを歩くみたいな、そういうちょっと理想的な暮らしですね。でもね本当に大きいんですよね。でこのまま歩き続けたいと思います。ここですね、ロンドンテラスガーデンで、今ねこのロンドンテラスの方に渡ってアパート沿いに歩いてます。こう近くに来ると改めて大きいなと思いますよね。でさっきねホテルチェルシーの動画を撮っていたら日本の方に声をかけられました。動画見てますって言ってくださったんですけど、わずかしかねチャンネル登録してくださってる方がいないのに、見ていただけてる方に会えるっていうんでちょっとね驚いたんですけど嬉しかったです。でこのまま進んでいきます。でホテルチェルシーのお話に戻ると、確かね2011年だったと思うんですけど、一時的にね営業を終了してて、で2018年か19年そのぐらいの時に復活してますね。で映画のねチェルシーホテルっていうイワン・マクレガーだっけな、そういうのもあったり、とにかくねもういろんなところで取り上げられてるんで、まさにねチェルシーの一番ね、マンハッタンって言ったらいいのかな、有名なスポットだと思います。でこのねロンドンテラスの僕このねマーク好きなんですよね。こういうのもおしゃれですよね。でこのまま歩くと分かります。もうねそこハイラインなんですよ。だからすごくね近いんですね。でキューバンキュジンとかアンブロシアカフェ、ここのねバーバーめちゃくちゃ有名ですね。チェルシーバーバー、男性用なんですけど、このチェルシーバーバーでいろんなとこでね紹介されてますね。お店もおしゃれですよね。こういう風にね、ここはねすごく有名です。で次にここがもうテンスアベニューなので、そこがハイライトですね。でこのねこっち側ちょっと特徴的なこの建物なんですけど、これがねジム・ケムナーファインアートっていうこの界隈屈指のギャラリーです。で2000年ぐらいに建てられたんですけど、中に入ると中庭があって、スミス&トンプソンっていう
まあこれもね有名な設計の方のデザインです。なのでまあここはねちょっと一見の価値ありかなと思います。今僕はハイラインの上からチェルシーのギャラリー街を映してます。でハイラインをねくぐったあたりからギャラリーが軒を連ねてるので、だいたいね南は22から北は26ぐらいまでの間を歩いてみるのがいいと思います。ただ入れ替わりが早いんで、自分の目で見てそれで気に入ったのがあればっていう感じだと思います。で今日はこのハイラインには行かずにこちらですね、この右がさっきのギャラリーですね。今ねちょっとパトカーがうるさかったんで切ったんですけど、この23ストリートを要は、左に曲がる感じですね。こっちですね。で歩いていきます。で歩いていくとちょっとイタリアンもありますね。これドン・ジオバンニ、これねヘルズキッチンにもありますね。ずっと歩いていくと今ねちょうど4時なので、どこもお客さんは全く入ってないですね。でこれねちょっと看板が見えませんけど、エンパイアダイナーって言ってすごくね昔からあるんですけど、この階、そこにエンパイアダイナーって書いてありますね。意外にね料理がモダンで清潔感があってここおすすめです。でこのまま歩いていきます。ちょっともう一回エンパイアダイナー撮ろうかな。このねアールデコ調っていうか、デザインもねすごくいいのでぜひねおすすめです。こっちにですからハイラインが見える、こういう感じです。で次にそのまま歩いていくと今ね21ストリートまで来ました。でちょっと見えないか、もうちょっと行きましょう。このレンガ調の建物、レンガ造りの建物、これを越えてというか、これもね一角ではあるんですけど、ちょっと真ん前まで行かないと分かんないかな。ここねハイラインホテルです。で僕がね勝手に思うマンハッタンで一番現実的に一番こう過ごしやすくていいホテルがここだと思います。ザ・ハイラインホテル。今日ね寒いのでちょっとクローズしちゃってるんですけど、本当はねここはそこにねインテリジェンシアコーヒーって赤いバスというかカフェカーに書いてあるんですけど、これですね、インテリジェンシア。
でインテリジェンシアっていうのはシアトル、サンフランシスコどっちかがオリジナルで、ロサンゼルスとかにある西海岸発のすごくね人気のコーヒープレイスです。で中に入ると寒いからみんな中ですね。こんな感じで中は超満員ですね。すごいねいい感じなんですよ。夏なんかほんと素敵で、この場所はねもともと神の学校なので牧師さんとかの、学校になるための学校だったそうです。なのでこの場所ちょっとね季節のいい時の写真もあったと思うので、それも探して入れたいと思います。では次の場所に行きます。で今20まで来ました。20まで来て、20もこっちを見るとハイラインですね。でそのまま渡ります。で今歩いてきて、ホテルチェルシーだったりロンドンテラスだったりハイラインホテルっていうのを見てきたんですけど、そういう、昔からある、100年以上経ってるものとの対比というか、これはね新しいアパートでランタンハウス、建築がお好きな方はこれご存知だと思いますが、すごくね有名ですね。だからこのねハイライン沿いにはこういう近代建築たくさん並んでて、それこそザハハディドさんのデザインのものとかたくさんあります。なのでそれはまた改めてご紹介したいと思います。でちょっとねここから見えにくいんですけど、ハイラインに直結しているハイラインスタンダードホテルっていうのもあるんですね。でそこは先ほどのハイラインホテルとちょっとね間違いやすいんで、僕がいいと思ってるのはザ・ハイラインホテルです。でハイラインスタンダードホテルっていうのはもっともっとねモダンな近代建築で、僕ね同僚が宿泊した時に、インドの方なんですけど、ちょうど火事になって中を見たことがあるんですけど、やっぱりねザ・ハイラインホテルの方がずっと味わい深いですね。では次の場所に行きたいと思います。今ね18まで来ました。でこの18ストリート、こっちがハイラインですね。18ストリートを左に曲がります。でしばらく歩いて今ねナインアベニューまで歩いてきました。だからワンブロック歩いてきたっていうことですね。でこの
ナインアベニューと、それから18ですね、18の交差点の少しだけ北に歩いたところ、このデリの隣のコーヒースポット、今お兄さんがね自転車を止めてるこの後ろで、このストーンストリートコーヒーカンパニーで、この奥に禁酒法時代から営業する秘密のバーがあります。で名前をねバスタブジンって言います。でまあここはね、もう一つのアングラカルチャーの象徴だと思います。映画のねバーレスク、そんなイメージがそのままバーになって残っていると、そんな感じですね。遅い時間にもう一度来ました。で入り口がねここなんですね。ここです。で昼間はコーヒープレイスとして営業してるんですけど、夜になるとこの同じ入り口のその奥の扉から入るとバスタブジンっていうバーになります。ここにね来るにあたって気をつけた方がいいのは、おトイレにフランスでいうダンピピがいます。で男性なんですけど、おトイレの後にねチップを渡してあげなきゃいけないので、3ドルとか5ドルとか少しね用意してで来るのをおすすめします。で僕のチャンネルでは仕事でこちらに来て、でその合間にニューヨークのねガイドを作りたいと思っていますので、もし面白いと思ってくださったらぜひチャンネル登録もお願いします。で今日はニューヨークのカルチャーの、僕が思う、一番面白いエリアの一つのチェルシーをご紹介しました。ではまたお会いしましょう。では失礼します。